皆さんカステラって長崎カステラみたいなもの想像されてるんですけど、長崎カステラとはまた違って泡立てた卵白を使用しているので、シフォンケーキに近いようなふんわりした食感っていうのが一番の特徴です。行かれた時に、本場の台湾カステラを召し上がって、これなんだこれうまいなってなってこれ日本で作りたいって言っていろいろとその味をしっかりと食べて、九州ではどこもまだやってなかったので、レシピがなく実際に食べた時の味を思い出しながらどんどん再現して今のカステラが完成したって形です。膨らまなかったっていう苦労話をすごく聞いてて、実際やっぱり膨らませるのすごく大変なので、すっごい頑張って今のレシピ確定したのすごいなって思います。私実はその時まだ台湾カステラっていうものの存在を知らなくて、多彩を受けてすぐに調べて、迫力満点のカステラの画像がやっぱりいろいろ出てきて、これ作れるかな私と思ってちょっとすごい不安とかもあったんですけど、オーナーめちゃめちゃいい方で、根節丁寧に教えていただき、店で作るようなサイズのものとかって家じゃ作れないので、誘ってもらえて新たな経験ができてよかったなと。お菓子作るのがすごく好きで、学生の頃の専門の学科に通ってたんですけど、福岡来てすぐは飲食店と全然変わりない仕事をしてたんですけど、今のオーナーからちょっとご縁があって、よかったらうちで働いてみないって言っていただいて、でも好きを生かせる仕事だったので最高だと思って、もうすぐに来ました。
はもうふわしゅわーっていうような感じで、結構口当たりが軽いものになってます。これとにかく国産のものを使うっていうものをこだわってて、その時々でやっぱり状態のいいものを取り寄せて使ってってます。やっぱりどうしても同じものでも時期だったりとかその時の気候とかで結構品質変わっちゃったりもするので、なるべくもう美味しいものを皆さんに提供したいので、そこは都度こだわって書いてってます。買いに来る方で台湾の方とかいらっしゃったりするんですか？あ、いらっしゃいます。実際に台湾に行かれたことがある方とかも懐かしいと思ったんだって言って来ていただけます。
ち以外にもまだ台湾カステラのお店あるんですけど、どこも配合が違ったりとかで味とか結構違うなとは思ってて、私は素朴な甘さがやっぱり売りになってて、素材の味を生かしたようなカステラになってるんですけど、いろいろちょっと食べ比べて、あ、違いあるな、面白いなとは思いました。アールグレイになります。中に入った気泡を潰していってます。あんまり大きい気泡が
あると焼き上がった時中に空洞の部分ができちゃうので、そういったものをなくしてきめ細かい気泡を作ってってます。ふわしわな食感になっていきます。ありますね。ありますね。商店街っていうこともあって地域からお客様おじいちゃんやおばあちゃんがすごく多いんですけど、もうぜひ今後もやっぱり地域に愛されていきたいので、西陣の商店街のスイーツって言ったら手土産はここだよねって言ってもらえるようなお店にどんどんなっていきたいなと思ってます。